税理士です。相続税をなくした方がいいという人がいるんですが、相続税を支払う必要はない。庶民には損でしかないと言っても全然伝わりません。相続税を廃止すれば他の税金が上がると思うんですが、わからないようです。中間層がターゲットと言っている参政党が相続税を訴えても謎です。あ、バカだからですよ。基本的には相続税をなくすと大金持ちほど得をするんですよ。でも、相続税によって自分の先祖代々の土地を受け止めるためには相続税としてお金を払わなきゃいけないから、なんか損する。自分が損する可能性があるから嫌だ。以上終わり。でも、これが相続税を取らなくなったら、大金持ちはもっとこう得をして、そこの税金足りなくなる。基本的には税金というのは、金持ちに使われる額より、貧乏人に使われる額の方が多いんですよ。なので、税金の総額が増えれば増えるほど、貧乏人の方が得をするんですよ。でも残念ながら頭の悪い人は頭が悪いので、目の前の相続税がなくなったら、俺これ払わなくていいから得するみたいな。でも、金持ちが払う相続税っていうのがなくなったら、税収が減って、結果として自分が受けられる国家が提供するサービスが減るよねっていうのもわからないんです。なぜなら頭が悪いから。なので、相続税に反対してる金持ちはわかるんですよ。金持ちで相続税に反対してるわかるんですけど、貧乏人で相続税に反対してる人って単に頭が悪い人以外に僕は見たことがないので、もしいたら教えてください。イタリアで1600年代に金持ちだった人たち、まあ、イタリアってずっと帳簿が残ってるらしくて、1600年時代に不動産王だった人っていうのは、いまだにそのおかげはみんな大金持ちっていうのをケティさんっていうフランスの学者さんが調べて、結局金持ちっていうのは昔から不動産投資してて、不動産持ってるやつはずっと強いよねっていうのがあって、ザラっていうアパレルの会社があるんですけど、まあ、安かろう悪かろうの会社なんですけど、あそこの社長さんっていうのがメディアのインタビューとかほとんど受けなくて、何に投資してるかっていうと、世界中の都市の高級物件買いまくりらしいんですよね。一説によると、世界中の高級物件の10兆円分ぐらいはもう持ってるんじゃないかって言われてて、投資した額はそこまで多くなかったと思うんですけど、ザラの会社はインデテックスって会社なんですけど、それを多分昔からずっと儲かったら不動産、儲かったら不動産っていうのをずっとやり続けて、ニューヨークとかパリとかバルセロナとか多分ハワイとかもあると思うんですけど、そういう感じの不動産価値がずっと上がってるところにひたすら投資をし続けてるっていう。なので、服屋が服に投資しないっていう。服ってね、流行とかあるからね。っていう感じで、なので、ずっと価格が上がり続けるものにぶち込んどいて、存在を忘れるっていう。マクドナルド社もそうだし、テレビ局もそうなんですけど、利益の源泉は不動産だったりするんですよね。そのモデルでいくと、ルノワールっていう会社があるんですけど、ルノワールも利益の源泉不動産なんですよね。ルノワールのビジネスモデルっていうのがネットで調べるが出てくると思うんですけど、ちょっと面白いビジネスモデルで、駅前の雑居ビルに入って、そこでコーヒー屋をずっとし続けるんですよ。コーヒー屋って喫茶店ね、別にそんなね、めちゃくちゃ儲かるわけじゃないんですよ。でも、それなりにお客さんは入るし、別になんか、めちゃくちゃコストもかかるわけでもないですよ。コーヒー豆ってそんなに高いもんじゃなくて、で、それを引いて、ウェイター的な人が出すんですけど、ウェイター的な人って別にそんなスキルが必要なわけじゃなくて、注文聞いて出すだけできるんで、ずっと同じ場所で10年とか20年とか営業し続けるんですよ。駅前のビルで10年、20年営業してると、大体起こるのが、そろそろ再開発をするので、立ち退いてくれませんかっていうのが来て、立ち退きの時に、めちゃめちゃいい金額でもらって立ち退くんですよ。営業をずっとし続けてるので、営業保証だったりとか、他の同じレベルのところに行けるようになるぐらいの金額を渡さないと、どかねえぞっていうので、じゃあ立ち退き料くれるんだったらどくわみたいなので、10年とか20年ごとに、その立ち退き料という形の特別利益が入る。その特別利益が入ると、どっかの駅前のちょっとした雑居ビルの階に入って、また喫茶店を始めるんですよ。渋谷みたいなもう開発され尽くしたとかのどうしようもないですけど、やっぱりこれから開発されそうだよね、みたいな、西荻窪とかぐらいな駅前だと、やっぱりね、年が経ってて、時間も経っててボロボロで、そんなにこうおしゃれなテナントが入らないような雑居ビルってあるんですよ。
そういう雑居ビルとかに、ルノアール喫茶店出しますって言って、ビルのオーナーも家賃入るからええやんええやんっていうので入って、で入らせて、やっぱ10年、20年ぐらい経つと、多分ね、オーナーが死ぬんだと思うんですよね。雑居ビルって基本的にはそのおっちゃんとかおばちゃんが、オーナーとして個人がいるんですけど、オーナーが死んだ時に、息子とか娘が、新大久保の雑居ビルとかマジいらなくねみたいになるんだと思うんですよ。おしゃれなビルだったら自分で住みたいとか使おうとか、スタバ入れようとかなんですけど、築60年の雑居ビルとかで耐震基準とかも満たしてないので、そもそも改装できないよねみたいな。リフォームするのにもお金かかるよねってなると、これやっぱ丸ごと売った方がいいよねみたいな。丸ごと売るんだったら、やっぱり立ち退いてもらわないといけないので、じゃあちょっとルナーラさん立ち退いてもらわないでますかみたいなので。で、世代が変わるっていうことは、遺産相続になるので、相続税を払わなければいけないんですよ。大久保とかの雑居ビルを遺産相続で受け取るんだけど、この雑居ビルを受け取りますと。で、この雑居ビルの価格が仮に3億円だとしましょうと。その3億円の雑居ビルを相続するんだから、お前1億6000万払えよみたいなことを税務署は言ってくるんですよ。ビル以外に現金持ってる人だったらいいんだけど、ビル以外に現金なかったとしたら、いやいや、そんなん言われても1億6000万なんで現金ないっすよってなるんですよ。で、これ10ヶ月以内に払わないと脱税で捕まるんですよ。なので、10ヶ月以内にそのビルを何とかするか、どっかで1億6000万円を稼いでこなきゃいけないんですよ。息子がサラリーマンですとかだったとして、どうすんの1億6000万みたいになると、やっぱ売る一択ですよね。っていうので、相続税払うために売らなきゃいけないので、なので結構ね、雑居ビルのボロボロなやつで、築年数が古いやつっていうのは、売られる可能性が高いので、その子に入る。ルノワール賢いよねっていう。結構だからね、不動産ってそのね、支給現金化しなければいけない人たちっていうのが結構いたりするので、なので、不動産業界の人って結構その、多いし、そういう話をすぐに売り手を見つけなきゃいけないので、一生懸命お客さんを探したら10億円ぐらいで売れるかもしれないけど、これ早く売らないと、マジ脱税で捕まりますってなったら、5000万円安いぐらいだったら全然売りますみたいになっちゃったりするんですよ。そうすると不動産屋はその分ちょっと安く買って、時間をかけて10億円の相手を見つけるとかってやると、まあ通常よりもめちゃくちゃ儲かるみたいなのがあったりするので、なので、不動産屋ってね、割とそうやっていろんなところに根っこを張っとくと、それなりに情報があって儲かる。タワマンが昔売れた理由っていうのが、タワマンの場合は、相続税が安く済むという、今も一応そうなんですけど、相続税を換算するときに、上物という建物自体は時間が経つとどんどん価値は下がるんですけど、なので土地は価値が下がらないと。相続税って基本的に土地の値段で算定されるんですけど、一軒家とかだと土地の値段、ほとんど土地の値段、まあ上物ゼロなんだけど、タワマンってこの土地に200世帯とかいるじゃないですか。そうすると、この土地の200分の1しか持ち分がないので、相続するときに土地の所有分としては結構少ないので、安く済むと。なので、相続税が安く済むので、息子さんのため、お孫さんのためにタワーマンション買いませんかっていう営業が10年前ぐらいは結構あったんじゃないかな。最近それあんまり聞かなくなったんですけど、そんなこと言わなくても外国人の人がたまにいっぱい買ってくれるんで。ただこれでね、買った人たちで僕多分ね、損するんじゃないかなと思ってて、タワマンが安いよね、相続税の節税に使われてるよねっていうので、割ともう政治の中でも言われてるので、そのタワマン税制っていうのが多分変わって、タワマンの場合は土地の面積以外の部分でも課税しますみたいになるんじゃないかなというふうに僕は思っておりますけども、はい。なんでこんな話になったのか忘れました。はい、すいません。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。